皆さんこんにちは。どうも、ジュリです。今回はですね、お話です。聞いたことある人も聞いたことない人もいらっしゃると思うんですけども、私みたいなね、人間の間ではよく聞く話なんですけれども、性転換手術をして女性器になったらモテなくなるっていうね、都市伝説があるんですよ。見た目だけはもう完全に女性になってしまうわけであるから、ニューハーフとしての価値がなくなるというか、言ったらもう上もあって下もあるのがいいみたいな。ガチだよ。本当にいるのよ。そういう性癖の人のことを、業界用語ではヘホと言います。ヘホ。これなんでヘホっていうのかって言ったら、変態ホモの略でヘホなんですよ。ここはすごい勘違いしないでほしいんだけど、下もついている状態だけれども、女の子として性的対象に見る人もいるんですよ。言うたらね、そのヘホさんからしてみたら、全部取っちゃったら、ただの女性じゃないかみたいな感じで、需要がなくなるらしいんですよ。で、私ね、マジでね、一回言われたことあるの。性転換手術をする前とかに、お会いした方がいたんだけど、そのお会いした方に、ニューハーフなんだねみたいな、いずれかは性転換するのみたいな感じで言われて、だいたい来年ぐらいにしようかなって考えてますって言ったら、魅力半減だねって言われたんですよ。やばくない？魅力半減って何と思って、私の半分そこみたいな感じだ。本当に悲しいと思って、見てるかこの野郎。割と結構幸せに生きてるぞ私は。本当にね、マジであるあるなんだけど、そういう人たちでも手術する直前ぐらいまでは、頑張ってね、めっちゃ応援してるよ、ファイトみたいな感じのことを言ってきてくれるんですよ。いるんだけども、いざするってなると、本当に取っちゃうのみたいな感じなんですよ。私もね、なんか実際に性転換手術行ってきますみたいな感じでツイートしたりとか、YouTube にね、上げさせてもらったりとかしたんですけど、コメント欄、リプとか DM とかで、チュルちゃんはついてるのが良かったのに、みたいな。みたいな。だから私のさ、魅力の半分はここなんですかみたいな。だからそういう人ってね、やっぱりね、離れてくのよ。実際に性転換手術終わった後から結構YouTube の視聴回数も男性の割合がかなり減ってでもね、たまに稀にチルちゃんはついてるから、これでついてんのみたいな感じの印象を受けやすいから、人気度としては絶対ついたままの方が人気は出るんじゃないみたいなことを言ってきてくれた、そのリスナーの女の子とかもいたことあったの。だから、女の子でももしかしたら離れてる人も結構いるんじゃないかなって思っちゃったりとかするんだけどね。で、実際に私の飲み屋さん時代のお客さんとか、なんか自分で言うのもあれだけど、歌舞伎町時代はね、ずっとではないけれどもナンバーワンだった時もあったんですけど、そういう時もね、なんかお客さんとか結構ついてくれたりだとかしてくれてた時もあったんですけど、離れてた人もいた。やっぱりてか結構いたかもしんない。別になんかチャンバラごっこもしないし、その人に裸を見せてるわけではないんだけども、想像の世界なんだろうね、おそらく。この子についてるんだ、好きみたいな感じだったのかな、わかんないけど。で、結局モテなくなったのかみたいな話に戻ると、結論で言ったら別に変わんないですなんか下がついてるのがいいんだよねみたいな人からはもう確かにモテなくなった。逆に言ったら、その下がなくなったことによって近寄ってくる人もいるかも。でも絶対数で言ったら、モテるのをなんかグラフみたいな感じで表すなら、ついてる時に持ってたのがこのぐらいだったとしたら、ついてない状態でモテるっていうのがだいたいね、このぐらい、半分ないぐらいの違いだなっていう風に正直思うかも。確かにモテなくはなった、数だけで言ったらね。でもね、たとえ今してなかったとしても絶対性転換手術はするって自分の心に決めてたわけだから、自分からしたらついてるのが好きな人にモテたところで意味がないのよ。今話してるのは性的な意味の話ね、もちろんだけども、この100があったとしても0と一緒なのよ。この人たちがいなくなっちゃうのはもう分かってるわけだから、それだったらもうこっちの方を大事にしたいって思っちゃうタイプなの。だからね、結局モテるモテないで言ったらモテなくなったかなっていう感じはしなくもないけど、でも将来性のあるモテが残ったっ
っていうことになるわけだから、自分からしたらもう万々歳といえば万々歳かもしれないかな。あとね、これね、ほんとね、補足の話でもあるんだけど、実際に聞いたことのある話なんだけど、性転換手術をして帰ってきたら自分の彼氏と連絡がつかなくなってたとか。マジホラーじゃない？やばくないって思って。性転換手術をする時ってさ、日本国内でする人もいるけどさ、結構タイに行く人も多くって、大体さ3週間ぐらい滞在するんだけれども、そうなるとさ、ずっとは一緒に行けないじゃん。彼氏側の人もさ、仕事があったりだとか、3週間も急に休み取るなんてできないじゃん。だから大体の人が飛行機のところで連絡してねみたいな感じで言ったりとかする人が結構多いと思うんだけど、体も女の子にちゃんとなってこの人と結婚するんだみたいな強い意志を持って性転換手術に行ったりとかするわけですよ。で、タイに滞在してる間にその彼氏と連絡が取れなくなったっていう話を聞いたことがあって、でもこれ結構あるらしくって、別れたりだとか連絡取らないようにした彼氏側の男の人からしたらどういう気持ちなんだろうと思った。その手術した後の痛々しい姿っていうのが目に見えてしまって正規として見れないみたいな感じに思って別れちゃうパターンもきっとなくはないだろうから、私が想像する限りの話よこれって。痛々しいと思って正規として見れないっていう場合はやっぱりそれを未然に防がないといけないよねって思っちゃうんだよね。だから自分の好きな人だったりだとかそういう人の前ではダイレーションとかそういうの絶対しない方がいいと思うって思っちゃう。みそぼらしい姿よ、正直言っちゃうと。私もやってるけどダイレーションね、ダイレーションやってるけど、こんなとこちょっと男の人には見せれないなって思うことが結構多いかもしれない、正直ね。いやちょっとねこれ暴露話になっちゃうけどさ、私性転換手術から帰ってきた時、性転換手術する前からちょっといい感じの男の人がいたんだけど、その男の人に私さその男の人いたんだけど、やっぱ心配だから来てくれるわけよ、家に。で来てくれるんだけど、なんか大丈夫大丈夫みたいな感じですごい心配してくれるたんだけど、ダイレーションを自分でしなきゃいけないじゃん。同じ家の空間にいるわけで、しかもさ、うちはさもう 1DK だからもうだだっぴらきなわけよ。どうしようと思ってテレビをとりあえずつけて、お前そっち見てろ、私見てくんじゃねえみたいな。でちょっとでもこうやって大丈夫かなみたいな感じで見てこようとしてこようもんなら、お前はこっち向くなっつっとんだろうがとかって言ってやってた。そりゃうまくいかんわ。ジュルチャンネル。はい。でですね、今回お知らせがあるんですけれども、私ですね、なんと LINE ライブを始めました。LINE ライブってね、いわゆるその生配信をして皆さんとおしゃべりを楽しむみたいなアプリなんですけれども、なんかイベントとかね、そういうのがあるらしくって、有名 YouTuber さんとコラボだったりだとか、雑誌載れますよとか、そういったね、なんかイベントをやっているみたいでして、ちょっとぜひそれは、みたいな感じになって、ネットの世界で生きている以上、やっぱりちょっとはね、もう頑張って有名になりたいなとか、ちょっとずつね、なんかそういった夢を叶えていきたいななんて思っておりますので、よろしかったら、LINE ライブの方見に来ていただけるとすごく嬉しいなと思います。概要欄の方にリンク貼っておきますので、よかったらフォローしてください。はい、というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。この動画がですね、ちょっとでも面白いなとか、ちょっとへーって興味そそられたよとか思ってくれる方がいらっしゃいましたら、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやっております。LINE ライブもよかったら見に来てください。ということで以上、チュルでした。バイバイ。